キャラメルムースのコーヒーゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキャラメルムースのコーヒーゼリーを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節にぴったりなひんやりスイーツをご紹介していきます。今回はですね、下がキャラメルムース、そして上がコーヒーゼリーの美味しいスイーツです。作り方に要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにコーヒーゼリーの材料からご紹介します。材料はこちらです。ブラックコーヒー、グラニュー糖、粉ゼラチン、お湯。こちらの4つの材料でコーヒーゼリーを作っていきます。こちらのコーヒーゼリーは固めのコーヒーゼリーにしていきます。もし柔らかめがお好みの方は柔らかくしていただいて OK です。その場合は粉ゼラチン半分ぐらいでいいかなと思います。今回ブラックのコーヒーを使うんですが、こちらインスタントコーヒーでも大丈夫です。その場合は 300ml になるように作ってください。続いてキャラメルクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、お水。こちらの3つの材料でキャラメルクリームを作っていきます。こちらのキャラメルクリームは一番底に敷くのと、あとはこれからご紹介するキャラメルムースの中に入れていきます。では続いてキャラメルムースの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、牛乳、グラニュー糖、卵黄、粉ゼラチン、お湯。そしてここに先ほどご紹介したキャラメルクリームを加えていきます。ということでムースはこちらの材料で作っていきます。ムースに使うものも、あとはキャラメルクリームに使うものもですね、生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにコーヒーゼリーから作っていきます。コーヒーゼリーは一番はじめに粉ゼラチンを溶かします。器に粉ゼラチン、そしてここにお湯を注ぎ入れます。これを30秒ほどよく混ぜてください。はい。で、少しね、とろみが出てきたら、こちらを電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、15秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。そしてゼラチンを完全に溶かしてください。はい、OK です。このようにゼラチンに透明感が出て、かつゼラチンのつぶつぶがなくなるまでしっかりとゼラチンを溶かしてください。それでは続いてこちらのブラックコーヒーにグラニュー糖を加えます。そして一度よく混ぜましょう。軽く混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらよく混ぜてグラニュー糖をしっかり溶かしてください。だいたいこのコーヒーが常温ぐらいの温度になってれば OK です。はい、グラニュー糖が溶けました。そうしましたらこちら溶かしておいたゼラチンを中に入れます。この時にね、コーヒーが冷たいとゼラチンがね固まっちゃうので、コーヒーが冷たい状態でゼラチンを加えないように注意してください。そしてよく混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。それではコーヒーゼリーを容器の中に入れて固めていきます。今回は 11cm×14cm の容器を使います。中にですね、このようにオーブンシートまたはクッキングシートを敷いておいてください。そうするとね、後々取り出しやすくなります。ではこの中にコーヒーゼリーを流し入れます。はい、OK です。それではこちらを冷蔵庫で3時間ほどしっかりと冷やし固めます。それでは続いてキャラメルクリームを作っていきます。まずフライパンにグラニュー糖を入れましょう。そしてここにお水を入れます。お水がですね、グラニュー糖に浸透するまで一度待ってください。はい、お水が浸透しました。そしたら火にかけます。そして火加減は中火で、このまま少し色が変わってくるまで加熱していきます。加熱している最中は中を絶対触らないようにしてください。ここで触ってしまうとグラニュー糖が結晶化してカチカチに固まってしまいますので、絶対触らずに加熱するようにしてください。はい、今ね少し周りの色が変わってきました。そしたらフライパンを持ち上げて、このようにフライパンを回しながら加熱していきます。こんな感じでね、回しながら色を均一にするイメージで加熱していきましょう。はい、でこの後ね結構湯気が出るので換気扇を一度回します。このぐらいの色になったら一旦火を止めます。そして生クリームを加えます。これを手早く混ぜましょう。
はい、キャラメルクリームはこれで完成です。そしたらですね、こちらはムースに入れる方は 20g 使うので 20g 計量しておきましょう。それではですね、残りのキャラメルクリームは入れる容器の底に敷いておきます。はい、このように底に敷いておきましょう。それでは続いてキャラメルムースを作っていきます。まずキャラメルムースも一番初めに粉ゼラチンを溶かしましょう。ここにお湯を加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、10秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜてください。そしてゼラチンを完全に溶かしましょう。はい、OK です。このように透明感が出てゼラチンのつぶつぶがなくなるまでしっかり混ぜてください。それでは続いてボウルに卵黄を加えます。そしてまず卵黄だけ軽く混ぜましょう。軽く混ぜたらここにグラニュー糖を入れて、そして手早く混ぜてください。はい、そしてこのように白っぽくなるまでだいたい1分ほどですね、よく混ぜるようにしてください。グラニュー糖は卵黄の水分を吸うので、加えたら必ずすぐ混ぜるようにしてください。そうしましたらここに牛乳を入れていきます。一度ね、こちらの牛乳は軽く温めてから加えていきます。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、今20秒加熱しました。だいたい人肌程度ぐらいになってれば OK です。そしたらこちらを流し入れます。そしてよく混ぜましょう。あとはね、グラニュー糖のシャリッという感じがなくなるまで混ぜてください。はい、混ざりました。それでは一度こちらはね、加熱していきます。それでは小鍋の中に入れます。そして火にかけます。軽くとろみがつくまで加熱していきます。加熱している最中は必ずね、このように混ぜながら加熱してください。このように一度加熱して卵にもね、火入れしていきたいと思います。はい、OK です。このようにスーッとゴムベラでやった時に底の部分が見えるぐらいですね。このぐらいとろっととろみがつけば OK です。加熱しすぎるとね、ボソボソになるので注意してください。そしたらですね、こちらに先ほど溶かしておいたゼラチンを入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。このようによく混ぜてください。もし仮にね、少し分離してしまったとかボソボソしてしまった時は一度茶こしでこしてみてください。そうするとね、滑らかになります。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まずボウルに生クリームを入れましょう。生クリームを泡立てるときは通常氷水に当てて泡立てるんですけれども、今回の場合はゼラチンと混ぜるので氷水に当てずに泡立てていきます。どうしてもね、ちょっと泡立ちにくいときは最初だけ少しね、氷水に当てて、その後ある程度泡立ったら氷水を取り外して、そして泡立てるようにしてください。ではね、こちらをだいたい7分立てぐらいまで泡立てていきます。はい、このようにね、チュンとツノが立つまで泡立ててください。それでは生クリームにキャラメルクリームを混ぜます。キャラメルクリームを入れたらこれをふわっと混ぜていきます。もしね、キャラメルクリームとかを作るのが面倒だなという時はキャラメルソースとか売ってるので、そういったものを使っていただいても OK です。はい、ふわっと混ざりました。それではですね、最後はこちらの2つを合わせていきます。こちらの生クリームに加えていきます。まずね、半分加えてください。そしてふわっと混ぜましょう。はい、そして残りも加えます。そして混ぜます。はい、こんな感じで混ざりました。そしたらですね、こちらのキャラメルムースは絞り袋に入れます。口金は入れなくて OK です。では入れていきます。ふわっふわですね。このように入れてください。それではね、口を切って容器の中に絞り入れていきます。だいたい6分目ぐらいまで入れていきます。はい、OK です。今回は 180ml の容器2つと、あとはね、こちらのグラスに2つ入れました。こちらの量は目安にしていただけたらと思います。それではこちらを冷蔵庫で1時間冷やし固めます。はい、コーヒーゼリーが冷やし固まりました。では型から外して切っていきます。このようにオーブンシートを剥がしてください。ではあとはね、食べやすい大きさに切っていきます。はい、OK です。コーヒーゼリーはこのようにプルプルに仕上がりました。もしね、型から外すのが大変な時はフォークなどを使ってクラッシュ状にしていただいても OK です。それではムースの上にコーヒーゼリーを乗せていきます。こちら乗せていきましょう。はい、このように乗せてください。では残りも同じように乗せていきます。
はい、これで完成です。あとはね、お好みで上に生クリームを絞って召し上がってください。はい、これでキャラメルムースコーヒーゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちら一番下がキャラメルクリーム、そして真ん中がキャラメルムース、そして一番上がコーヒーゼリーになってます。そしてね、最後トッピングで生クリームとあとはアーモンドを散らしました。こちらはケーキピックですね。こちらの盛り付けは分量外なのでお好みでやってみてください。こんな感じでムースはふわふわでコーヒーゼリーはプルプルに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すっごく美味しいです。美味しい。下のキャラメルムースがすごくふわふわで、このプルッとしたほろ苦のコーヒーゼリーとすごく合います。そしてこのね、下のキャラメルクリームも最高に合いますね。とても濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャラメルムースのコーヒーゼリーのポイントです。まずキャラメルクリームなんですけれども、こちらはですね、フライパンにグラニュー糖とお水を入れて加熱したら色が変わるまで絶対触らないようにしてください。ここで混ぜたりね、触ったりしてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。ちょっとね、触りたくなるんですけれども、そのまま静かに加熱し続けてください。そして色が変わってきたらフライパンを回しながら加熱して程よいキャラメル色になったら生クリームを加えて手早く混ぜるようにしてください。こちらのキャラメルクリームはムースの中に入れるので、ムースに入れる分だけ取っていただいて、あと残ったものに関しては容器の下の部分に入れるようにしてください。そしてキャラメルムースを作る時のポイントなんですけれども、今回生の卵黄を使ってますので、こちらは一旦ね、とろみがつくまで加熱してください。こちらをですね、加熱しすぎてしまうと卵に火が入ってボソボソっとしてきてしまいますので、必ず弱火で加熱するようにしてください。加熱時間に関しましてはお鍋の大きさとかによっても変わってくるので、少しとろみがつくぐらいまで加熱していただけたらと思います。そしてあとはですね、生クリームを泡立ててそれぞれの材料を加えてふわっと混ぜるようにしてください。今回ね、キャラメルクリームはですね、手作りしたんですけれども、こちら市販のキャラメルソースを使っていただいても OK です。そしてコーヒーゼリーを作る時のポイントです。今回はブラックコーヒーを使いましたが、こちらはインスタントコーヒーを使っていただいて OK です。その場合は 300ml になるように作ってください。今回のコーヒーゼリーは少し固めに仕上げてます。こちらの硬さに関しましてはお好みで変えていただいて OK です。クラッシュ状のね、ちょっと柔らかい仕上がりにしたい場合は半分から3分の2ぐらいにしていただくといいかなと思います。こちらはお好みで調整してみてください。あとはムースの上にコーヒーゼリーを乗せて仕上げるだけなのでとても簡単です。最後に今回は生クリームとあとはアーモンドをトッピングしました。こちらのトッピングはお好みなので、もちろんなしでも美味しく召し上がっていただけます。ふわふわ濃厚でとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャラメルムースのコーヒーゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。